やあ、闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。前回でようやくハイブリッドスタックの方法を最後まで解説し終わったな。PC 版は簡単だったけど、コンソール版ではかなり複雑な方法だったね。今回はクエストの検証を再開して、メインクエストを進めていくで、確か外交特権がクリアできるか不安だったんだっけ。せやな、大使館では行動を封じられて皇帝の声が発動できんからな。これまでみたいに、皇帝の声で落ち着かせた隙に進めるってことができないんだね。まあ実際にやってみんと誰が敵対するかわからんし、対策も考えてあるからなんとかなるやろ。対策って、それはその時になったら説明するとして、今はクエストを進めるで。ほい、ちゅうわけで揺るぎなき力2段階目と、旋風の失踪を教わってモーサルまで来たんやけど、ミラーク信者に絡まれてるね。実はこいつら相手に試してみたいことがあったんよな。試してみたいこと。ほら、調和。そしたらエリアを切り替えてからセーブ&ロードするで、これってスティッキンスクリプト。これで信者を永続的に中立化できるんやないかと思ってな。信者なんか中立化してどうするの？ほれ、ドラゴンの襲撃とかで戦力になってくれるかもしれんやろ？なるほど、そういう使い方もできるのか。ほい、ちゅうわけで戻ってきたんやけど、なんか騒がしいね。信者とは敵対してへんけど、別の誰かが敵対しとるみたいやな。別の誰か？あ、こいつフロガーや、アルバのクエストの関係者だね。アルバの家に侵入した時によく襲いかかってくるキャラやな。クエストの途中でよく死ぬし別に死なせてもええんやけど、後味悪いから中立化するで、進め方次第ではちゃんと生存するしね。ほい、外に戻ってきたらちょうどよくドラゴンが現れたで、信者はちゃんと戦ってくれるかな？逃げ回るだけで戦力にはなってくれんみたいやな。残念。それと、以前の調査やとブルティウスとも敵対したはずなんやけど、そんなキャラいたっけ？釣りモッドで追加されるキャラやで、多分さっきの皇帝の声でついでに巻き込んでたんやな。ちょっと遠くに離れてから戻ってきたら、信者と衛兵が敵対してたで、お姉ちゃんとは敵対してないの？うちとは中立のままやから、調和で解除できるのは使用者との敵対関係だけっちゅうことなのかもしれん。衛兵と敵対するんじゃ街中にキープするのは無理そうだね。せやな、気がついたら死んでたで、まあもともと倒すこと前提のキャラだし、あとはアルバも敵対するはずなんやけど、普通に話せてるね。こいつも知らんうちに皇帝の声に巻き込んでたみたいやな。なんか敵対するのってクエスト関係のキャラが多いね。そう、クエストで死ぬか有効度を上げられるキャラがなぜか多いんよな。スティッキースクリプトのおかげでクエストせずに済んでるが、なかったらなかったでなんとかなってたと思うで。もともとスティッキースクリプトは使う予定なかったわけだしね。ほんじゃ、ルステングラブを攻略していくで、ここはカットしないの？これまで戦闘シーンをほとんど見せてこなかったが、これはハイブリッドスタックの存在を伏せてた関係上、現在のステータスについて説明できなかったっちゅうのもあるからな。もう隠す必要がなくなったわけだね。ちゅうわけでルステングラブ攻略の様子を見せながら、現在の沙織さんのステータスについて説明していくで。現在のレベルは29。取得パークはこんな感じやで。回復、編成、幻惑パークが中心だね。回復パークで重要なのは聖職者、瞑想やな。聖職者はアンデッドへのダメージ増加。瞑想はマジか回復速度上昇だね。瞑想は聖職者や血虫の兜の影響を受けるから、本来の上昇量が 1.56 倍されて 78% 上昇になっとるで。吸血鬼は日中、マジか体力スタミナの回復が止まっちゃうからこれは重要だね。まあハイブリッドになった時点で吸血鬼のデバフは消えとるんやけどな。そうなの？実は現在太陽光の影響を受けない吸血鬼になっとるで。両方に変身できるだけでも強いのにそんなおまけまであるのか。ただ吸血鬼の王に変身中は独自のデバフが発生するから、結局回復速度上昇系のバフは重要やで。変身中だけのデバフとかあるんだ。次に編成パークやけど、重要なのは魔法耐性と安定性やな。魔法耐性はともかく安定性。神速の反応が編成魔法扱いで、安定性で効果時間を 1.5 倍にできるんや。時間減速と同じなんだね。聖職者も有効やから、これで持続時間を 2.25 倍まで伸ばせるで。強い。魔法耐性も聖職者と血虫の兜で強化して、現在の魔法耐性は 46% まで上がっとるで。レジェンダリーでは少し不安な数値だね。現在は体力の高さで耐えとるが、もう少し上げたいところやな。魔法吸収は取らないの？それ取るとガーゴイル召喚が吸収されてまうんよな。別に良くない？せっかく吸血鬼の王でプレイするんやし、独自の要素はできるだけ活用したいんや。まあその辺は好みだね。
軽枠パークは調和の消費軽減という高レベルを上げるために取ったで、そもそも調和を手に入れるのに減枠スキル100まで上げる必要あるし、ついでに取れるものは取ったって感じだね。次に、吸血鬼の王に変身した時のステータスはこんな感じやで、レベル29とは思えないステータス。レベルアップ時のステータス上昇は全てスタミナにつぎ込んどるで、マジカと体力は累積した吸血鬼の王のバグだけで十分ってことだね。めちゃくちゃ強そうに見えるかもしれんけど、レジェンダリーやとこれぐらいでようやくちょうどいい難易度やと思うで。そうなの？防御力は667でカンストやからそれ以上上げても意味ないし、体力が高いっちゅうても、回復手段が限られとるからダメージが蓄積すると普通に危険やで、メニューを開けないデメリットが大きすぎるのか。まあレジェンダリー以外なら楽勝なんやけど、それだけレジェンダリーのバランスがおかしいっちゅうことやな。やけくそみたいな調整だもんね。次に石碑やけど、縮図の石碑をつけて体力とスタミナの回復速度を上げとるで、これはやっぱり吸血鬼の王のデバフ対策。せやな、なんやかんやで現在の日中の回復速度はこんな感じになっとるで、全部プラスを保ってるね。もちろん日中の回復速度は落ちるが、時間経過で回復できるかどうかの差は大きいで、特にアイテムが使えない吸血鬼の王にとっては重要だね。あとは吸血鬼の王専用の装備やけど、基本的に獣の指輪とコウモリのアミュレットを装備しとるで、コウモリのアミュレットってどんな効果だっけ？説明文ではわかりにくいが、コウモリのパワーで周囲の敵を転倒させて体力を吸収する効果やな。コウモリで突進しつつ敵を転倒させるのが、吸血鬼の王の能力の中で一番面白いと思うんやけど、その吸血鬼の王やと転倒させたところでまともな攻撃手段がないから、あんまり爽快感がないんよな。そこでハイブリッドスタックってわけだね。そう、吸血鬼の王の攻撃力の低さが克服されるから、コウモリのアミュレットを思う存分活躍させられるっちゅうわけや。もともと詰攻撃っておまけみたいなものだったし、ハイブリッドスタックならではの戦い方だね。怪物が暴れ回ってる感があって楽しいから、みんなもハイブリッドスタックやろう。気軽に進めるにはちょっとハードルが高いかな。ほい、ウステングラブをクリアしたところでクエストの検証はここまでやで。ほんじゃ、ここからはハイブリッドスタックの弊害とその対策について解説していくで。弊害多いな。これまで特に言及しなかったが、実は吸血鬼の王のバフを人間形態に残すと、太陽光のデバフも残ってまうんや。それって結構きつくない？ただこれは吸血鬼の王から人間に戻って、現在のレベルのバフを消せば一緒に消えてくれるで。なら問題ないじゃん。ついでに衛兵との敵対も解除されるから、バフだけが残り続けるわけやな。なんかいいことずくめに聞こえるけど、素手の攻撃力や防御力、体力などのバフが残り続けるのはとして、問題なのは水歩行も永遠に残り続けることや。それじゃあクエストとかで水に潜るときはどうするの？大丈夫、ちゃんと対策は考えてあるで。そうだよね。水に潜りたいときは、水の上でネッチゼリーをかじればで、そうすれば水の中で。あれ？どうしたの？ちょっと深さが足りなかったかな？もうちょっと深さがある場所でネッチゼリーをかじるで、そうすれば水の中で。なんか浮いてるけど、あれ？ちょっと海で試してみるで、これだけ深ければ潜れるはずや。ダメみたいだね。なんでや、この方法で潜れるはずや。事前にテストしなかったの？いや、この方法で潜れることはシリーズ開始前に確認済みや。じゃあなんで潜れないの？テストの時はアーチダルの水歩行ブーツを使っとったんやけど、まさか同じ水歩行でも効果が違うなんてことあるわけないしな。潜れたね。そんなバカな。つまり、アージダルの水歩行ブーツと吸血鬼の王の水歩行は別の効果で、ネッチゼリーで潜れるのはアージダルの水歩行ブーツの方だけってことだね。本じゃまとめに入るで、クエストの検証は、モーサルの敵対 NPC を中立化して、ウステングラブをクリアしたな。今回は検証よりステータスの確認がメインだったね。これまでスルーしてきた分長くなってしまったな。ハイブリッドスタックの解説やけど、水に潜る方法を紹介するつもりやったが、うまくいかんかったな。事前にちゃんと確認しないから、いや、アージダルの水歩行ブーツと吸血鬼の王で効果が違うなんてわかるわけないやん。次回やけど、クエストの検証は一番不安やった外交特権に着手するで、行動が封じられるから敵対されると厄介なことになるね。ハイブリッドスタックの解説は、水に潜れない問題についてもう少し検証してから方針を決めるで、もし水に潜る方法が見つ
からなかったらどうするの？その場合はどのクエストがクリア不能になるかの調査に移行することになるな。なんか残念だね。まあもともとクリア不能なクエストの調査がこの動画の目的の一つやったわけやしな。そういえばそうだった。ちゅうわけで今後もまだ検証は続きそうやから、興味があったらフォローチャンネル登録よろしくやで。いいね高評価もお願いします。ではまた次回。